精油って感じの、なんか癒されるみたいなラブいい匂いがする。知らねえよって感じるこの香水しか使っちゃいけませんって言われても大丈夫なんよ。これもちょっと下げよう。ちょっとずつ変わってきてこんにちは、シュトレイです。今回はですね、私のおすすめの夏香水ですね。今回は夏の私のスタメンをちょっと揃えてみました。全部で12種類あるんですけども、12種類のスタメンがいるんですか？12種類いるんですよ。なんかもうちょっと絞ろうと思ったんだけどでもあれも言いたいこれも言いたいってなるとこうなった。本当に使ってるんですね。使ってます、本当はこれがね3倍くらいある。で夏初夏くらいはここら辺に落ち着いたって感じ、ちょっと爽やかな匂いになってみたりとか、軽めなものになってみたりとか。でもそればっかりつけとくとやっぱり飽きるじゃない、時にたまに正反対なものもやりたくなったりとか、で珠玉の12、今回はですねちょっとボードを作ってみまして、匂いのねナチュラル系からちょっとムーディーなもの、なんていうんですかね、メイクアップで言うとノーメイクアップメイクアップみたいな感じだと、しっかりメイクっていう感じですかね。で、淡めと強めは香水の強さ1プッシュでちゃんとなる。これは 5,6 プッシュしても全然大丈夫みたいな感じで分けてみました。夏だとやっぱこうなるなっていうのが最近の私の中でこの2つくらいですかね。まずこっちはシンピルテっていうオーガニックのなんかスキンケアとかベースメイクアップのブランドがあるんですけども、そこのシグネチャーの香水、名前がかっこいいんですよ。セルフエンパワーメント、自分をこう力強くさせるみたいな感じなので、すごいねアロマっぽい匂い、精油って感じの、なんか癒されるみたいな。ナチュラル系のマッサージ屋さんとかエステとかに匂ってそうな匂い。これはもう本当に精油からできてるっていうこともあって、ナチュラルの方向の最高峰にいるんじゃないかなと思ってて、でも匂い的には割としっかりもつくから、これです。ちょっと若干強めって感じですかね。普段使いとかだったらワンプッシュくらいでもいいかもしれないです。次は同じくメイクアップブランドの3ですね。みんなご存知3、女の子はみんな知ってるんじゃないかなと思うんですけど、3から香水が出たんですよ。スイートシードオブラブ。3もやっぱり精油にこだわっているので精油の匂いがします。ラブい匂いがする。知らねえよって顔してる甘いってことですか？こっちが本当の精油の草木っぽい匂いだとしたら、ちょっと甘めでビターで種っぽい匂いっていうんですかね。種の匂いわからないです。ちょっと待って、何ローズとかならわかるんですけど、その草木の匂いに加えて、あけっぴが言ったようにローズとかが入ってたりとか、あとカカオが入ってたりとか、ちょっと甘め、これをもうちょっと女の子らしくした感じというかで、この3のシリーズって多分他にも何本か出てるんですよ。で全部ゼラニウムかなんかが通底して入ってるから重ね付けできるの。ナチュラル系でちょっと女の子らしさもあるっていうところ、ちょっとこっち側にニュアンスがいくからここら辺なんですけども、強めか弱めかっていうと若干薄め、ここら辺かな、こんな感じ、なので香水が苦手でどれくらいつけていいか分かんないみたいな人いるじゃないですか。強すぎたら嫌だなとかの人はこっちの方が遠慮せずにつけれるかも。あと初夏、私雨の日絶対つけたい匂いなんだけど、ビュリーのルケンデコスですね。苔の匂いですか？苔の匂い、雨上がりにこういう匂いしませんか？苔の匂いする。ほらほんまや。でも綺麗な匂いですね。これが私雨の日絶対つけたくなる。なんか理由あります？なんかその水分感雨もう水分感出てますけど、水分感とここにある水分感がすごい合うなって思う。ちなみにこれ水溶性だからアルコールが苦手な人はビュリーいいと思います。ビュリーの場合はここかな。こんな感じか。ルケンデコスに関してはどんだけつけても大丈夫。そうですね。薄いから、もう3プッシュ4プッシュつけても全然臭いとかではない。ルームフレグランス的な感じでもいいのかもしれない。それでもいい。だってさ、友達ん家とかさ、ちょっと気になる子ん家行って「こんにちは」ってちょっと緊張するじゃん、人ん家の匂いって。でこれだったら好感度ない。いいっすよね。キュン。そういいっすね。キュンキュン。じゃあ同じビュリー
つながりで最近ね野菜の匂いってちょっと流行ってるの知ってる？野菜、人参とかさトマトとかクレソン出てきますね。そうこういう草系のニューウェーブだと思ってもらっていいんだけど、2年くらい前からそっち系のやつがいろんなブランドで出てきて、で私の初見だよ。私が知ってる中ではビュリーが多分それ初めてだったんじゃないかなと思ってて、これねクレソン、もう色がねもうクレソンしてるでしょクレソンドリエンペプシドゥサルディーヌの香りになります。もうそのまんま名前がついちゃってるんです。そうなの。で10何個くらいあるんだけど全部書かせてもらったんだけど全部めちゃめちゃねいいよ。野菜系が10何個かあるの。八百屋じゃないですか。八百屋だった。青果店ですよ。ビュリー青果店ですよ。ビュリーは、でもこれもちょっとここと通じるものがあって、雨上がりにつけたい。野菜しすぎてないんですか？でも野菜してるの。へー。でも好き。してるんだ。クレソンのピリッとした香りと、ゼラニウムとペチパーとかコリアンダー、あとちょっとムスクも入ってるみたい。だからこのおしゃれな感じに仕上がってるのね。こっちの方が多分リケンデコスよりも植物感が強いので若干こういう感じかな。こっち緑がこっちちょっとこの子の仲間にいるかなみたいな、片足突っ込んでっかなぐらいのこの辺ですかね。じゃあそのナチュラル D シリーズで一番強い匂いがディプティークの限定の香水になるんですけど、京都ディプティークっていろんな国のをオマージュした匂い、パリとか、ミラノとかあるんですけども、京都の匂いです、こっちが苔だとしたら、こっちは竹林、生け花を象徴する考え方、天地人にインスピレーションを得てターキッシュローズなどを表した香水を完成させたと。草っぽい感じに奥の方にローズ入ってる感じ。夏めちゃめちゃ暑くて、で浴衣とか着てる凛としたお姉さんから漂ってきそうな匂い、俳優さんのりょうさんとかが着物着てつけててほしい。ディプティークもそうなんだけど、フランスの香水って全部強めなんですよ、匂いが。割としっかり このゾーン、フランスみたいな、っていう感じなんで、ここのゾーンにはあって、でちょっとおしゃれな感じもするから、これもちょっと下げよう。ちょっとずつ変わってきてるんですけど最初。いや一番最初が一番ブレるって言うじゃないですかここら辺かな。ナチュラルなんだけど、でもやっぱ癖もありつつ、一筋縄の声優だけじゃないよ、もうちょっと私複雑な人間よ、そしてパリで生まれてるから私濃ゆいの、っていう感じかな。これはほんとつける量に注意した方がいいかなと思います。ほんと薄めなワンプッシュ。はい、じゃあ次は同じフランスの流れいきますか。クリスチャン・ルブタン。ルビルージュってやつですね。ルビルージュ、ここキャップが今こうヒール、ルブタンヒールが入ってるかと思うんですけど、地球儀の上に、ルブタンも世界の国を象徴した匂いを作ってるんですよ。これはザ・フランス。今まで紹介した中の真逆ですね、ずっと爽やかなものばっかりつけてると、女性らしいものとか男性らしいもの、癖があるものをつけたくなるなと思ってて、それの、最高峰はここかなと。冬でもいいんじゃないですか。そう、冬もやってる。でも冬はこっちあんま使わなくて、こっちの出番の方が多かったかなっていう。ちゃんこ鍋みたいなもんですね。だからちゃんこ鍋、冬はいっぱい食べたい。夏もたまになんかこう塩ちゃんこみたいな感じやったさっぱりした感じの汗流して食べたい時もあるじゃないっていう。そうですねそうですね。どうしてこんなに例えがこんな、なんかちょっとよくわからない人になってるんだろう強さでいくとここのレンジなんですよ、どう考えても強い。一プッシュで結構存在感があるなみたいな。でムーディーだとここら辺かな、一応ね、暫定ね、まだいるから。ニュートラル戻りますか。ニュートラルは私が365日、この香水しか使っちゃいけませんって言われても大丈夫なの。わかりました。バイレードですね。じゃあドルセーだな。ドルセー2つあるけど、右のやつですね。こっち違うない。こっち画面です。これはドルセーの MA ですね。サブタイトルもついてるんですけど、最高の自分。もう最初から答え言うけど、多分これが夏バージョンのボードだとしても、冬バージョンのボードだとしても絶対 MA は現れるんですよ、私の中で。でどこに鎮座するかと言いますと、ここ
オールラウンダーどこにもよらない。私の基軸ですね。でも淡めっちゃ淡めなんだよな。ドルセの場合は全部淡めなの。濃ゆくもないかな。それ考えると全部いくか。ダメだわ。これ公色。アルデビドとシダーウッドだったりとか、ホワイトムスクだったりとか、アイリスだったりとか、私の中のある意味勝負香水かも。頑張りたい時とか強くいたい時はいいかな。ドルセ、次は EQ。何が好きってサブタイトル聞いてもらっていいですか。あなたの唇で。なんかちょっとエロくてよくない？薄いカーテンをかけたちょっと薄暗い部屋の中みたいな感じのイメージで、甘い感じ。まだ付き合ってないけど、これから付き合いそうじゃねえのかって感じの2人いるじゃないですか。あの人たちが仲睦まじく話してる感じのイメージ。わかりますか？恋人同士じゃないの。ドルセのこの MA の並びと一緒なんですけども、もうちょっとムーディー寄りかな。こんくらいでございます。みんなが好きなマルジェラの香水の話します？それマルジェラの香水なんですね。そう、レプリカシリーズ。メゾンマルジェラの匂いの場合って、こんなのくださいっていう時最初カウンセリングするんですよ。その時になんかイメージ写真みたいのがあって、この中で気になる写真を選んでくださいって言って、なんとなく選ぶとこの匂いな感じなんですよ。で、全ての香水に物語がある。で、例えばこれはジャズクラブ。確かにみたいな。2013年のブルックリンにあるジャズクラブの匂い、カクテルの匂いだったりとか、ちょっとこうシガーの匂いだったりとかがしますみたいな。これムーディーだ。これムーディーだ。冬もいけますね。もちろん。ちょっと匂って。ムーディーだ。ちょっと辛めの感じのあるんですかね。ちょっと辛め、ちょっと強めっていうか辛めっていうか、ここにある甘さにはない。ここにない。だから男の人っぽいっていうか、全然ナチュラルとか爽やかなとは逆の感じかな。男っぽいですね。ちょっと男っぽい。で、私はたまに左手右手でやってる。さっきさ、ブルックリンがなんとかかんとかって言ったじゃん。ここに全部書いてあるの。そうなんです。イメージソースが。で、最後のスタイルディスクリプションっていうところだけ自分の名前だったりとか、例えばプレゼントであげるんだったら人の名前だったりとかここにしてもらえるの。見てみて、レイシトって書いてある。プレゼントで。これはどこに行くかと言いますと、ここら辺にいますよ。でもルブタンよりは国内。ここ一緒にするのもあれだけど、メンズレディースみたいな感じかな。次のマルジェラシリーズはね、By the Fireplace。1971年のどこかの都市の暖炉の匂い、燃えた木だったりとかチェルシーナッツの匂いみたいな。こっちの方が木っぽいかな。木っぽい。爽やかな木じゃなくて夜の木で、ちょっとこう木がはぜるような感じの匂いと、なのにちょっとヘーゼルナッツみたいな、ナッツィーな匂いがして、どっちもムーディーなんだけど、こっちは男性的なムーディー。さっきのなんだっけ、ジャズクラブ、でこっちはちょっとヘーゼルナッツがある分、ちょっとこっくりした甘みがあるから、ちょっと女性的な感じ。でも男性も全然つけていい。この中でこのムーディー強めのゾーンの中で女性男性って分けるとしたらの感じで、この人たちって感じかな。この人たちって感じかな。やっぱその辺になるんですね。次は、バイレドのアイクローズドっていう匂いなんだけど、これが一番説明しにくい匂いだったなと思った。で、一番最初ふっと嗅いだ時もいい匂いかそうじゃないか分からなかったの。こっちの方がやっぱりいいかなって。でもつけてるうちにこっちなんかもう一回嗅ぎたくなるの。忘れた頃に今日これじゃなくっちゃみたいな。すごいね、爽やかな匂いなんだけど、こっちの植物系爽やかじゃなくって、なんか説明できないのこればっかりは。ちょっとやって。シナモンとかカルダモンとか。シナモンだ。でも、ミルクティーの中のシナモンじゃなくて、シナモンだけっていう。そうなんか混ぜてない。粉末シナモンです。シナホンです。シナモンの匂い。で、最後の方にジンジャーとかに変わっていくみたい。確かにジンジャーあんな。ちょっとそっちのスパイシーな感じなんだけれども、温かくないというか、冷たい系な匂い的にはバイレドって強くも弱くもないくらいで、ここら辺に位置するんだけど、ナチュラルかって言われたらナチュラルな気がしないこともない、こっちな気もするっていう。これかな、ここかな。そうですね。どっちつかずな感じありますね。ナチュラル派なんだけど、ちょっとアイラインくらいは引いてますくらいな感じですかね。じゃあ最後、
ディオールの新しい香水そのまんまなんですけど、ニュールック。私ね今暫定的にディオールの持ってる香水の中で今一番これを推してる。ヌーディー最たるものやって感じ。ああそうなんですね。で嗅いだことがない匂いってそうそうないじゃない、嗅いだことなかったって感じ。なんでニュールックって言われてるかっていうと、ディオールがニュールックっていうものを作ったのね、戦後くらいに、それくらいの衝撃、なんだこれあっていう洋服界における衝撃が走った服を作ったんだけど、それにインスピレーションを受けてるからすごい強い。じゃあ結構肝入りじゃないですか。かと思った。ニュールックというワードを使うってことはね。そうだよね。ディオールの中でもすごい力が入ってるんだと思う。パウダリーとかと反対、自立した女性の匂いもする。ちょっとエッジが効いてるような。で入ってるの見たらアンバーとか、アルデビドだったりとかフランキンセンスとかそっちの匂い。ニュールックってこうバンバンバンみたいな感じじゃないですか。強弱ついてんなって感じ。そうですね。言われたら確かにニュールックですねみたいな。強い女性の匂いであって、そうですね。強い男性の匂いではないなっていうのはそうですね。いい感覚じゃない。これはディオールやっぱフランスのブランドなので結構強めな匂いにするかなと。少しのプッシュで結構存在感があるんですが、このラインだなと思ってて、こうかな。こじ開けて入ってきた。ルブタン、ディオール、マルジェラ、レプリカになりましたけど、こっちから女性性が強い方って感じですかね。超女性、強い女性、男性的って感じ。フランス勢がそこに行くんですね。やっぱフランス勢来るね。フランス勢は強めでムーディー。ビューリーフランスじゃないか。フランスだ。なんならドルセンもフランスだ。ちょっと待ってくださいよ。その説全部あれじゃない。夜のフランスの女性、昼のフランスの女性と思ってもらえば。あんまメイクしないじゃないですか、昼間とかナチュラルな感じ。こっちしっかりこうルージュ引いて、なんかお酒でも飲んでそう感じなんで。夏の場合私の場合なんですけど、ここら辺がメインにあって。でたまにこっちに行くって感じですかね。こっちがメイン使い、こっちが味変みたいなですかね。皆さんのおすすめの夏の香水とかもあったら聞きたいですよね。コメント欄にちょっと書いといてもらえればと思います。あと皆さんどこにつけてるか聞きたくない？腕なのか首元なのか足元なのか、なんかねそれぞれあればね、ぜひぜひ教えてもらえたらなと、コメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。この動画がいいなと思ったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。